先日お台場に立ち寄ったのですが、松清に普通にマスクが売ってあったので買いました。まさかの穴場？ちょっと高かったですけどね。韓国ではソウル市セジョンにある庁舎で集団感染が発生し、海洋水産部の職員27人の感染が確認されています。この庁舎には国務調整室をはじめ20の中央省庁と15の所属機関など35機関が入居していて、常駐人員だけで1万5000人に達すると韓国経済は報じています。韓国政府は追加拡大を防ぐために通路や共用部分の封鎖に乗り出しました。あくまで政治機能を止めずに最大限活動を続けるという狙いがあるようです。今回の感染拡大の要因としては、感染疑いまたは濃厚接触者とされた職員たちが注意義務を怠ったためと見られています。感染疑いのある職員と行動を共にした職員の感染が確認され、その動線調査から明らかになりました。政府庁舎では職員たちが社会的距離を置くようにと通達されていましたが、実際には徹底されていなかったことが明らかとなっています。同じ部署の職員が向かい合って食事をとったり、トイレで数人が並んでうがいをしたり、廊下ではマスクなしで話す場面がよく見られたということです。韓国では集団感染の一つの原因として、食事を共にとるが挙げられていて、時間をずらしたり向き合わないように注意を促しています。また、海洋水産部感染確定者の一人が国会の農林畜産食品水産委員会の全体会議に出席していたという事実が確認されました。国会安全状況室ではさらなる拡大を防ぐために職員の動線把握に努め、議員を含めた参加者で接触が疑われる人を隔離するとしています。この庁舎では出入り口の顔認識システムを停止したり、庁舎間を行き来するバスではマスク着用を義務付けるなど、より一層防疫対策を強めています。編集所管。韓国では新興宗教団体の集団感染調査が終了して新規感染者数は落ち着きを見せていますが、首都圏に関しては相変わらず一定量で新規感染者が増加しています。拡大は収まってきていますが、こうした密集地での集団感染の恐怖には終わりがありません。以前お話ししたように、戦争状態への突入を宣言しても、今回のような政府庁舎にとってはどこかしら他人事であったようで、徹底した感染予防が行われていなかったことが分かってきています。メディアでは過度に不安になって萎縮することが不安の連鎖につながる恐れがあるなどと言いますが、過度な不安と慎重の線引きを間違ったのがこの集団感染の例だと思います。それがよりによって政府の職員というのが重要な役割にありながらその自覚もなく、現在起きていることを正しく評価できていなかったというのが大きな問題です。何よりも国民からどのような目で見られるのかと思います。コロナウイルスの感染力は強力なので、どうしても防ぎきれずに思わぬところで感染してしまうのは仕方がないと言えるかと思います。もっとも日頃から細心の注意を払っていればの話です。先日電車に乗った時に、若者2人組がハンバーガーのようなものを食べながらマスクもせずにぺちゃくちゃ喋っていました。そのような人が複数いればそこはもう屋形船やコールセンター内、ビュッフェ会場と同じような空間になるというわけです。政府の職員の多くがこのような感覚しか持っていなかったというのは責められても仕方がないと言えるのではないでしょうか。不幸中の幸いにして、まだ27人にとどまっています。下手をすれば100人以上や、さらに多くの感染者を生み出す恐れがありました。感染拡大防止には様々な要素がありますが、やはり国民一人一人が現状を正しく理解し、行動することが極めて重要です。この庁舎ではさらなる感染拡大防止ルールを規定して不測の事態が起こらないように努めようとしていますが、今回の件を受けて一人一人がより気を引き締めて行動すべきです。中央政府の機能が停止したり行動が遅くなるようなことになれば、それこそ国力の大きな低下につながりますから。おしめ。前回のえのき、好評でしたよ。ありがとうございます。誰にですか？私です。ニョキニョキと生えてくるのが可愛かったです。あなたですか？しかも内容じゃなくてタイトルの話ですか？さて、政府庁舎での集団感染で大変なことになっていますね。今のところは大変とまでは言っていない、もしくは判明していないというところで踏みとどまっている状況ですね。これ以上の拡大が認められれば大変です。またはさらなるクラスター感染が発生すれば手のつけられない事態になりかねませんね。
数字で見ると韓国の感染拡大はかなり抑えられてきたようですが、いかがでしょうか。これは以前も話したことですが、テク・キョンプクの集団感染関連を除くと当初からほとんど変わっていない状況です。首都圏も相変わらずソウルとキョンギ道でそれぞれ10人前後の新規感染者が続いていますから。なるほど、変わりなくという状況が続いているわけですね。今回のように散発的な集団感染が見られますが、それがさらに大きな波紋とはなっていない、それが確認されていないというのが現状です。そして死亡率についてですが、3月15日現在では 0.91% にまで上昇していますし、まだ上昇が続くと思われますので、一般的に言われる 1% と変わりのない水準です。ヨーロッパの状況から判断すると検討しているというところですね。ヨーロッパは正直悲惨な状況ですね。イタリアはもはや武漢よりも死亡率が高いです。おそらくは未確認感染者がまだたくさんいるでしょうから、実際の死亡率はそれよりも低いとは思います。それでは日本はどうですか？感染拡大に歯止めがかからないですね。施設などでの集団感染が問題ですね。それを除けば抑制できていると思われますが、集団感染の感染者からの広がりを抑制できるかが鍵ですね。相変わらず海外からは検査が進んでいないから感染者数が増えていないだけではないかという指摘があります。私はいつも死亡者数から感染者数が推測できるのではと話していますが、死亡率にした方がわかりやすいかもしれません。3月15日現在で日本の死亡率は 2.79% です。これは非常に高い水準ということになるのでしょうか。この時点では米国、スペイン、フランスなどより高い水準ですね。これを人口分布、すなわち高齢者が多いからと見るか、未確認の感染者が多いと見るか、医療レベルが低いか崩壊していると見るかです。高齢者の多さだけではそこまで高くならないので、やはり確認できていない感染者がまだいるということになるというわけですか？そう推測ができると思います。ただこれはあくまで数字上の推測です。韓国では経済的な影響については大きくないのでしょうか？当然大きいですね。観光に頼っている部分もありますし、多くの国から入国を規制されていてビジネスも滞っています。株価についても世界の例に漏れず大暴落して、空売り禁止令まで発令されて投資家の反感を買っています。特に航空業界は破綻の瀬戸際に至っている企業もあるようです。やはりどこも厳しいんですね。そういえば今は様々な国で、旅行先で感染した人が帰国してくるという状況が続いていますね。日本や韓国の例に漏れず、今はヨーロッパで感染して帰国してくるというケースが増えています。それを考慮すれば日本が率先して行った中国と韓国からの入国制限は必ずしも不適切だったとは言えないです。あらら。ではあれだけ憤怒した韓国政府の反応はますます不適切だったということでしょうか。そういうことになりますね。韓国の全体的な方針とは反しているので、韓国側はやはり日本と同様の措置を取る必要はなかったと思います。韓国は4月15日に国会議員の総選挙を予定していますが、これはどうなりますか？これを行えるかどうかがまずはムン・ジェイン政権への審判となるようですね。今のところは街頭での選挙活動を自粛したまま実施するつもりのようです。延期はしないのでしょうか？延期せずにやってこそだとは思います。4年に一度の大イベントですから。ただ、隔離されている人や自宅待機者が投票できるような仕組みが必要ですね。批判もあると思いますが、断行して国の制度が正しく機能していることを示したいというのが政権の基本的な考えのようです。それでも投票率が著しく下がればやった意味があるのかと批判を受けると思います。やはりまだまだ気を抜けない状況が続いているということですね。